皆さんこんばんは、おじいです。本日の作品は、森鴎外、花子。オーギュスト・ロダンは仕事場へ出てきた。広間いっぱいに朝日が差し込んでいる。このオデル・ビロンというのは、元ある富豪の作った贅沢な建物であるが、ついこの間まで精神派の尼寺になっていた。フォーブール・サンジェルメンの娘子供を集めて、サクレークールの尼たちがこの間で賛美歌を歌わせていたのであろう。巣の中のヒナが親鳥の来るのを見つけたように、一列に並んだ娘たちが桃色の唇を開いて歌ったことであろう。その賑やかな声は今は聞こえない。しかし、それと違った賑やかさがこの間を凌している。ある別様の生活がこの間を凌している。それは声のない生活である。声はないが強烈な連中せられた先導している別様の生活である。いくつかの台の上にいくつかのバンドの塊がある。また他の台の上にはゴツゴツした大理石の塊もある。日光のもとに種々の植物が花咲くように、同時にいくつかの仕事を始めて、代わる代わる気の向いたのに手をつける習慣になっているので、いくつかの作品が遅れたり先立ったりして、この人の手のもとに自然のように成長していくのである。この人は恐るべき形の記憶を有している。その作品は手を動かさない間にも成長しているのである。この人は恐るべき意志の集中力を有している。仕事にかかった刹那に、もう数時間前から仕事をし続けているような態度になることができるのである。ロダンは晴れやかな顔つきをして、このあまたの半生の作品を見渡した。広々とした額、中ほどに節のあるような鼻、白いたっぷりある髭が顎の周囲に群がっている。戸をコツコツ叩く音がする。どうぞ。そこに力のこもった老人らしくない声が広間の空気を波立たせた。戸を開けて入ってきたのは、ユダヤ教徒かと思われるような褐色の髪の濃い30代の痩せた男である。お約束のマドモアゼル花子を連れてきたと言った。ロダンは入ってきた男を見たときも、その言葉を聞いたときも、別に顔色をも動かさなかった。いつかカンボジアの酋長がパリに滞在していた頃、それが連れてきていた踊り子を見て、細く長い手足のしなやかな運動に、人を迷わせるような一種の趣のあるのを感じたことがある。その時急いで撮ったデッサンが今も残っているのである。そういうふうにどの人種にも美しいところがある。それを見つける人の目次第で美しいところがある。と信じているロダンは、この間から花子という日本の女がバリエテに出ているということを聞いて、それを連れてきて見せてくれるように、つてを求めて花子を買って出している男に頼んでおいたのである。今来たのは、その興行師であるアンブレサリオである。こっちへ入らせてください。とロダンは言った。椅子をも刺さないのは、そのいとまがないからばかりではない。通訳をする人が一緒に来ていますが、機嫌を伺うように言うのである。それは誰ですか
フランス人ですか。いえ、日本人です。ランスティチュー・バストゥールで仕事をしている学生ですが、先生のところへ呼ばれたということを花子に聞いて、望んで通訳をしに来たのです。よろしい。一緒に入らせてください。興行師は承知して出て行った。すぐに男女の日本人が入ってきた。二人とも際立って小さく見える。後について入って戸を閉める興行師も大きい男ではないのに、二人の日本人はその男の耳までしかないのである。ロダンの目は注意して物を見るとき、目頭に深く刻んだようなシワができる。この時、そのシワができた。視線は学生から花子に移って、そこにしばらくとどまっている。学生は挨拶をして、ロダンの出した剣の一本一本浮いている右の手を握った。ラ・ダナイードやル・ベセーやル・パンスールを作った手を握った。そして名刺入れから医学士久保田坊と書いた名刺を出して渡した。ロダンは名刺をちょっと見ていった。ランスティチュー・バストゥールで仕事をしているのですか。そうです。もう長くいますか。3ヶ月になります。よく勉強はしましたか。学生ははっと思った。ロダンという人が口癖のように言う言葉だと、かねて噂に聞いていた、その簡単な言葉が、今自分に対して発せられたのである。はい、もちろん。と答えると同時に、久保田はこれから生涯勉強しようと、神妙に誓ったような心持ちがしたのである。久保田は花子を紹介した。ロダンは花子の小さい、締まった体を不格好に言った高島田の頂から白旅に千代田草履を履いた足の先まで、一目に領略するような見方をして、小さい頑丈な手を握った。久保田の心は一種の羞恥を覚えることを禁じ得なかった。日本の女としてロダンに紹介するには、もう少し立派な女が欲しかったと思ったのである。そう思ったのも無理はない。花子はべっぴんではないのである。日本の女優だと言って、ある時、忽然ヨーロッパの都会に現れた。そんな女優が日本にいたかどうだか、日本人には知ったものはない。久保田ももちろん知らないのである。しかもそれがべっぴんでない。お産丼のようだと言ってはかわいそうであろう。格別荒い仕事をしたことはないと見えて、手足なんぞは荒れていない。しかし、17の娘盛りなのに、駒遣いとしても少し受け取りにくい姿である。一言で評すれば、こもり上がりぐらいにしか、値踏みができかねるのである。意外にも、ロダンの顔には満足の色が見えている。健康で、あまり安逸を貪ったことのない花子の、いささかの脂肪も蓄えていない、薄い皮膚の底に、適度の労働によってよく発育した緊張力のある筋肉が、額と顎の詰まった短い顔、あらわに見えている首、手袋をしない手と腕に躍動しているのが、ロダンには気に入ったのである。ロダンの差し伸べた手を、もうだいぶヨーロッパ慣れしている花子は、愛想の良い微笑を顔に見せて握った。ロダンは二人に椅子を勧めた。そして興行師に、少し応接所で待っていてください。と言った。興行師の出て行った後で、二人は腰をかけた。ロダンは久保田の前にタバコの箱を開けて出しながら、花子に、マドモアゼルの故郷には山がありますか
海がありますかと言った。花子は、こんな世渡りをする女の常として、いつも人に問われるときに話す、決まったステレオチブな身の上話がある。ちょうどあの空のルルドで汽車の中に乗り込んでいて、足の傷の治った霊剣を話す小娘の話のようなものである。たびたび同じことを話すので、次第に修行が積んで、ルーチーヌのある小説家の書く文章のようになっている。ロダンの不用意な問いは、幸いにもこの復興を破ってしまった。山は遠うございます。海はじきそばにございます。答えはロダンの気に入った。たびたび船に乗りましたか？乗りました。自分で漕ぎましたか？まだ小さかったから自分で漕いだことはございません。父が漕ぎました。ロダンの空想には絵が浮かんだ。そしてしばらく黙っていた。ロダンは黙る人である。ロダンは何のかともなしに久保田にこう言った。マドモアゼルは私の職業を知っているでしょう。着物を脱ぐでしょうか。久保田はしばらく考えた。他の人のためになら、同国の女を裸体にする取り次ぎは無論しない。しかし、ロダンがためには厭わない。それは何も考えることを要せない。ただ、花子がどう言うだろうかと思ったのである。とにかく話してみましょう。どうぞ。久保田は花子にこう言った。少し先生が相談があるというのだがね。先生が世界にまたとない彫り物師で、人の体を彫る人だということは、お前も知っているだろう。そこで相談があるのだ。ちょっと裸になって見せてはもらわれまいかと言っているのだ。どうだろう。お前も見る通り、先生はこんなおじいさんだ。もう今に70に間もないお方だ。それに、お前の見る通りの真面目なお方だ。どうだろう。こう言って、久保田はじっと花子の顔を見ている。はにかむか、気取るか、苦情を言うか、と思うのである。私、なりますわ。気さくにさっぱりと答えた。承諾しました。と、久保田がロダンに告げた。ロダンの顔は喜びに輝いた。そして椅子から立ち上がって、紙とチョークとを出して、卓の上に置きながら、久保田に言った。ここにいますか？私の職業にも同じ必要に遭遇することはあるのです。しかし、マドモアゼルのために不愉快でしょう。そうですか。15分か20分で済みますから、あそこの書籍室へでも行っていてください。葉巻でもつけて。ロダンは一方の戸口を指さした。15分か20分で済むそうです。と、花子に言っておいて、久保田は葉巻に火をつけて、教えられた戸の奥に隠れた。久保田の入った小さい一間は、相対している両側に戸口があって、窓はただ一つある。その窓の前に、装飾のない卓が一つ置いてある。窓に向き合った壁と、その両翼になっているところとに、本箱がある。久保田はしばらく経って、本の背側の文字を読んでいた。わざと揃えたよりは、偶然集まったと思われるコレクションである。ロダンは生まれつき本好きで、少年の時、困窮して、ブリュクセルの街をさまよっていた時から、始終本を手にしていたということである。古い汚れた本の中には、定めて
いろいろな記念のある本もあって、わざわざここへも持ってきているのだろう。葉巻の灰が崩れそうになったので、久保田は卓に歩み寄って、灰皿に灰を落とした。卓の上に置いてある本があるので、何だろうと思って手に取ってみた。向こうの窓の方に寄せて置いてある古い金縁の本は聖書かと思って開けてみると、デビナコメディアのエディション・ド・ポスであった。手前の方に斜めに置いてある本を取ってみると、ボードレールが全集のうちの一巻であった。別に読もうという気もなしに、最初のページを開けてみると、おもちゃの形而上学という論文がある。何を書いているかと思って、不意と読み出した。ボードレールが小さい時、なんとかいうお嬢さんのところへ連れて行かれた。そのお嬢さんが部屋にいっぱいのおもちゃを持っていて、どれでも一つやろうと言ったという記念から書き出してある。子供がおもちゃを持って遊んで、しばらくするときっとそれを壊してみようとする。そのものの後ろに何者があるかと思う。おもちゃが動くおもちゃだと、それを動かす衝動のもとを尋ねてみたくなるのである。子供はフィジックよりメタフィジックに行くのである。理学より形而上学に行くのである。わずか4、5ページの文章なので、面白さにつられてとうとう読んでしまった。その時、戸をコツコツ叩く音がして戸が開いた。ロダンが白髪頭を覗けた。許してください。退屈したでしょう。いいえ、ボードレールを読んでいました。と言いながら、久保田は催事場に出てきた。花子はもうちゃんと支度をしている。卓の上にはエスキスが2枚できている。ボードレールの何を読みましたか？おもちゃの形而上学です。人の体も形が形として面白いのではありません。例の鏡です。形の上に透き通って見える内の炎が面白いのです。久保田が遠慮気にエスキスを見ると、ロダンは言った。荒いからわかりますまい。しばらくしてまた言った。マドモアゼルは実に美しい体を持っています。脂肪は少しもない。筋肉は一つ一つ浮いている。フォックステリアの筋肉のようです。腱がしっかりしていて太いので、関節の大きさが手足の大きさと同じになっています。足一本でいつまでも立っていて、もう一つの足を直角に伸ばしていられるくらい丈夫なのです。ちょうど地に根を深く下ろしている木のようなのですね。肩と腰の広い地中海のタイプとも違う。腰ばかり広くて肩の狭い北ヨーロッパのタイプとも違う。強さの美ですね。森鴎外作、花子でございました。お相手はオジーの朗読者でした。またのご来店お待ちしております。